僕らの時代は家族療法っていうのがね、家族療法、そう家族療法、家族全体を来てもらって、その家族全体をマジックミラーからこっちから見て、そんなこと知ったんですか？今日でお別れ。残尿感はあるけど、お話の分析は前回ので完結。今回は収録の合間の楽しい雑談をお届けするよ。テーマはだいたいこんな感じ。ダニエルに対する先生の本音もちょっとこぼれる。おっとおっとしょうがねえな。そう言うとフォトカ幼稚エッグだぜ。僕兄と弟って僕のテーマやね。心理学的テーマは僕兄と弟で、ダブルとかシャドウとかとも言うんやけど、人間の普遍的なテーマやと思ってるの。僕そこまでは知らなかったんですけど、名越先生の専門分野に思春期精神医学っていうのがあるのをプロフィールで読んでいて、それと直結してる。思春期精神医学ってでもそもそも何なんだろうっていうのをまず伺いたいなと思ってました。もちろん定義的には簡単で、だいたい10代と思っていいですよね。10代ってローティーンとハイティーンがあるじゃないですか。それで、思春期にもすごく細かく分ける先生細かいって言ってもすごい偉大な先生な、そういう思春期の先生なんかは、前思春期、思春期前期、中期思春期、後期思春期僕もちょっと昔論文読みまくったから、もう例えば3段階とか2段階とか、あるいは人によって4段階ぐらいに分けたり、あるいは思春期が先鋭化して30代になっても僕たちは中二病っていう言葉があるでしょ。あるいは伊集院さんがね作った偉大な言葉ですよね。ああいう中二病みたいに30になっても、あるいは場合によっては60になったってどこかに思春期性を持っていたりするっていうふうに、人間の普遍的テーマで、でも主には10代の、要するに大人でもないし子供でもない。で自分の内側の世界を一生懸命保ってそこで成熟していって大人になるんだけども、一方では実績っていうものがないでしょ。いやもちろんもう中学3年生から板前の修行をしますとか、あるいは自分は勉強して起業するっていう人もいるけども、一般的には中学までは義務教育で、高校も一応ほとんどの人は行っちゃうじゃないですか。つまりその間社会の中で生産活動とか、あるいはその社会活動にあんまり参加しないでしょ。その間彼らは精神はどんどん大人に近づいていくんだけど、一方で社会はあんまりよくわからない、こういうギャップ。ほんで一番根本的には性の問題があるんです。ちょっと短くこのことでは講義になって1時間ぐらいしゃべってしまう性の問題があって、子供の段階っていうのは遊んでる友達と近所の子とか、学校で校庭なんかで遊んでると、そのうち親友っていうのができだすでしょ。それまでは友達ってわりかし出入りがあるね。その中で特に親しいっていうのは結局は近所やからとかね、学年が3学年一緒やったとか、そういうような状況で大体決まって、ところがそうですね、早い子やと小学校の3年生女の子やとで、遅い子でも小学校の5年生、僕は小学校の4年生ぐらいからでしたけど、親友ができだすんですよ。ほんならいつもその2人とか3人とか、あるいは1対1とかで遊んでるわけ、でそれが中学校ぐらいになるとだんだんと、昔であったら電話1時間ぐらいお互いに、なんかまるで同性同士で恋人みたいに話してる、今やったらずっと LINE やってるとか、それこそそういうことが起こってきて、でこれは異性と付き合う準備段階なんやというふうにも取れるんです。だんだんと異性が気になってきて、なんかそういうワイダン、あれも大事なんですよ。ワイダンとかね。ワイダン、ちょっとエッチな話ですね。エッチな話とか、昔だったらその時にビリボンとかって知らんわな今。ビリボンはちょっと古いかも。古すぎますよね。要するにちょっとポルノグラフィックな、なんかグラビアとか、そんなんでちょっとおっぱいなんか見て興奮したりするね、男の子同士でワイワイ言ったり、ごめんね皆さん、あられもないやつのおちんちんに毛が生えてきたとか、なんかそういうようなことをワイワイ言い出したり、胸が膨らんできたとか言い出したりで、それから付き合うっていう段階に入るわけでしょ。でそして付き合いだすと、女の子も男の子もこんなに相手が変人なのかってことが分かるわけじゃないですか。思ってたんと違うって、知らなかった。なんか時々近所のケンちゃんゴム跳びとかに参加させてあげてたのに、
あるいはさ、花ちゃん一緒にゲームとか一緒にやったのに、付き合ったらこんな難しいんかこんな男は大体それこんな細かいことを指摘されて怒られるのかとか、ほんで女の子はこんな無頓着で当変木で何にも心がわからないバカなのかとかねこんなに子供なのあきらくんとか、そのね表面的なその友達として付き合ってる時とは違う、まあ極端な言い方をすると地獄を見るわけですよ、人間の中に地獄の闇を見るわけですというのは、大好きなのに全くわからない、大好きなのにどんどん傷つけられるとかね、大好きなのにどんどん不安にさせられるとかで、こうなると本格的な思春期が始まる。思春期は、性の目覚め、それからその性関係の準備、それからセックスはないけども付き合う、そこからセックス、セックスがあるけどもやっぱりまだ分からなくて、だんだんと今度はこのつがいって言ったらおかしいですけど、パートナーになっていくっていうことですよね。でパートナーになっていくっていうのはものすごく皮肉な言い方で言うと、結局努力したけど相手のことは分からないけど一緒には住めるなみたいな、そういうこの諦めとともにある意味なんかすごい実感がにじんでますねそういやでもこれは多くの人がこれを経験します、多くの人がこれを経験する。その諦めの仕方もいろんな諦めの仕方があるんですけど、でそれで思春期は終わり、異性との距離感が分かって付き合っていけるなと分かった段階で思春期が終わるってことですね。そうすると僕も含めたかもしれないけど、多くの現代人っていうのはその付き合い方がよくもう分からなくなってるんです、なんでか分かる？一緒に農作業しなくなったからです。農作業、あるいは一緒に林業とか、昔は一緒に協力して仕事をしたり、だからお互いにワークタスクの部分でその共同するから、その内面っていうことはあんまり気にしなくていいわけ。もうなんかやんなくちゃいけないことが多かったんですよね、不便で。多かった、めちゃくちゃで、子供だって平気でもう10人ぐらい生まれる、昔はもうどんどん子供の世話せんなあかん、だからあんまり向き合わなくてよかった、だから結局それも本質的には男と女っていうのは非常に違う心理を持っていて、向き合うとどんどん分からなくなるっていうことは多分真実だと思います、でも共同作業がむちゃくちゃに多かったから同居できるようになった。唯一同居しててもその間の乖離が埋められなかったのは武士ですよね。武士っていうのは共同作業そんなにないでしょ。まあいろんな武士がいるけど、畑耕してる武士なんかはいいんやけど、耕してない宮漬けの武士なんかはね、身分が高いとやんなくていい、人にやらせられちゃうからっていうことですかね。その場合どうなったか分かる？これは戦時中やということにするわけ。征夷大将軍でしょ、昔一番偉かった人、天皇陛下おられたけど、実質的には征夷大将軍っていうことは夷敵を倒す、夷敵と戦争してる将軍のことですよ、征夷やから、つまり太平の江戸時代は実は戦時中やという幻想で成り立ってたわけだからいつも行ってくる、いってらっしゃいませっていう時に絶対旦那帰ってきよるんやけど、今日が最後かもしれないという気持ちで送り出さなあかんっていうね。だから武士も言うた婚姻関係が成立してたという読み方もできるんですよね。何かの幻想が必要だっていうことです。じゃないと緊張関係が生まれない。そうです。だから大人になるっていうことは男女の間である固定した安定した幻想が持てるようになるっていうことも言えるのかもしれません。なるほど。面白い授業になっちゃってましたけど、適当にカットしてください。僕なんか思春期の精神科医でしょ。もともと出が救急病棟とかそういうなかなかハードなとこもやってんけど、もともとは思春期子供たちを見たいと思って精神科医になったでしょ。だから全部ツボなんですよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんハマったみたいな。そっちじゃないよ。そうだ、いや弟が今妥協しようとしてるのになんでそこで否定するんやとかね。ほんまに惜しいね。そうやね。僕らの時代は家族療法っていうのがね。家族療法。そう、家族療法。家族全体を来てもらって、その家族全体をマジックミラーからこっちから見て。そんなこと知ったんですか？ほんで家族の中でどんなこの非建設的なコミュニケーションで僕ら言うねんけど、せっかく誰かがいい話を振ってんのにそれをつまらないって潰したり、あるいは2人が喧嘩してたら子供が、お茶とかバーンとこぼして。
それで2人がの喧嘩を子供の失態で止めるとか、ほな結局それが虐待につながるわけや、子供は無意識的にお父さんとお母さんが喧嘩して喧嘩別れになることを止めようとしてるわけよ、そうでしょ。なのに子供が悪いということになるやんか、バーンとこんなこかすわけやから。でもこかすことによって明らかにそのビデオも撮んねんけどね、明らかにそのお父さんとお母さんのちょっとのっぴきならない、お前あの時こんなことしたやんけって何言ってんの、あなたなんか借金作ってみたいな、ちょっと危ない、もう言い合いがどんどんエスカレートしてる状態。そうエスカレートして普通の喧嘩よりももう踏み込んで一生傷が残るような言葉が吐きそうな状態の時に子供が失敗すんねん、何か。ほんなら「何やってんのあなたは」とか、例えば僕が休みなんで「休み何やってんの?」みたいなことで子供が怒られてあーってなってて、ほんでこう吹いてて、ほんで親は子供の頭をパチンいただくけど、実は夫婦別れをそれで阻止される。そういうことが家族療法って、これイタリアのミラノっていうところでまずブレイクした新しい治療法やねんけど、それ日本に持ち出されて、児童相談所なんかではよくそのマジックミラーで家族のそういった病理っていうんやけど、そういうものを調べて、でもそれをそのまま言ったらお父さんお母さんも気悪いやんか。だからリフレーミングって言って、子供が問題を起こすことによって実はいい面っていうかな、煮詰まらない面もあるのかもしれないなっていうところまでうまく気づいてもらうとかね、そういうこと、あるいは、お父さんとお母さんがわーっとこの過剰に反応してる時に子供はその前の前兆として急になんか貧乏ゆすり始めるとかさ、頭こうやって書き出すとかさ、そういう兆候があったらそれを親に伝えるとかさ、なんかいろいろその場で考えるんやけど、その時に家族の全体の力道とも言うんやけど、その動きの流れで必ずお父さんとお母さんが大喧嘩しだしたら子供が問題行動を起こす、子供っぽい失敗をすることによって子供が怒られて事件が収束するっていうパターン、こんなんよくある。すごい典型的なパターン。それも子供はわざとやってるわけではないんですよね。これが面白いね。わざとやってるわけではないけど、これをね、無意識と意識の間の全意識とかっていう人もいるね。半分わざとなんやけど、子供は意識してない、意識してないけども、2人がガーッと揉め出したらふーっと強い様になってバーンとこかしてしまうみたいな。だから分かっているけど分かってないみたいなね。こうすればこうなるって考えてるわけじゃないけど、なんかこう自分に気を引くことによって家族を守ろうとしてる、っていう意識は働いてるっぽい。そうだから大きく言うとそれは無意識ですよね、無意識なんだけども、かなりこの意図的にやってる風でもあると。ほんでそれで子供は結局は お父さんお母さんのちょっときつい言い方で言うとお父さんお母さんの犠牲になって殴られる、でもそれによって家族は守られるっていうね、なんかそういうことがいっぱい研究されてる。1980年代やったと、だいぶ前の話ですよね。で僕なんかはそれをすごく、基本は僕は精神療法なんやけど家族療法も勉強したから、そうすると弟と兄貴がどうやってこの間も言ったでしょ、主導権を争ってるとか権力闘争をしてるとか、ああいうことがすごい見えてくるわけじゃないですか。ほんならもうハラハラして実は他の普通ある意味普通のゲーマーからすると、ある意味楽しい話っていうか、あるいはありがちな話に見えるけど、僕にしたら大スペクタクルがそこで起こってるわけ入れ替わり立ち替わり、そっち行くのかそっち行くのかっていうサスペンスがすごかったっていう。ということは、この家が僕がこれだけ反応するっていうことは、この家はお父さんとお母さんの中が当然悪くて、しかももしかしたら虐待にはいかへんけど、だから虐待につながったらお母さんはいたかもしれないね。虐待につながらないで2人が揉めた、あるいはお母さんがバーンと家を出たことによってこの家は崩壊したけども、虐待はなかったというような家かもしれへんとか、そんなことまで思うんですよ。すいません、専門的すぎて。いやてか家族療法ってそのマジックミラーで見てるっていうその方法を知らなかったので、そんなことやってたんだ。今はもうほとんどやってない。っていうのは今はもっと人権問題がちゃんとあって、そうなんある意味内緒で見られてるっていうことは許されないでしょ。で昔もここへ来たら観察させてもらいますと一応言っておいてからやるっていうような方法もあったんやけど、それほど今はもうほとんどされてないようには思いますけど。
インフォームドコンセントとかね、なんかそういうことがうるさいっていうか、まあ大事やけど、細かく言われてる。そうそれからそれ家族療法みたいにマジックミラーでこっちから観察するっていうこともちょっとしにくくなったというか、そういうこともあるかもしれません。はい。いやすごいびっくりした。純粋にびっくりしました。面白いでしょ。僕も前回の収録から結構どっちが主導権握ろうとしてるかとかっていう視点をもう日常会話の中に持ち込むと結構厄介なんですよ。疲れちゃう。ちょっと一つそこで一つ例を挙げてあげましょうか。僕ね、20代の後半ぐらいの気になる女性が、例えば気になる女性がいるとするやん。ほんで別の男性と話をしてる時に、なんか別に2人の仲を裂こうとしてるんじゃないんやで、でも聞いてしまうやん、ね、まだ20代やから。ほんなら聞いてしまった時、別に2人に対して楽しい話を振んねんけど、いやそれ僕もなみたいなことで言って、2人のそれはね話を遮断してるんやっていうことが、学んで、俺ってそんな意地悪な人間やった。会話に参加しようとしてるんじゃなくて遮断するっていう方がメインの目的なんです。腕を上げたね。そう分かってきてますね。そういうのを全部人間は無意識でやってる。へー。僕ね、それからね、もう30代以降人の話に一丁噛みしないようになりました。それはもしかしたら2人の中に割って入ってるのかもしれないから、ちょっとそれってかっこ悪いやん。もう30年もなんか俺がみたいな。だから心理学をやるとね、すごいメリットの方がたくさんあるんだけど、俺もしかしたらそんな恥ずかしいことやってたんっていうことにたまに気づく快感もありますね。それをなんかこう一般人が考えちゃうとすごい疲れるっていう経験を僕はしたので、そうなんだ。ちょっとその話は後でまた。したか。いやそうですね、結構疲れました。すごい真面目やな彼な。だ結構本当に兄弟の話で自分の兄弟もこんなだったわっていうふうに思ってたストーリーをそういうふうに見られちゃうと分かる。ちょっとある種軽いトラウマに触れるとこがあるよね。僕もそれはね気をつけることがあります。ある人の分析を、僕はアドラー心理学やからみんなの前である人の分析をしてるでしょ。次の回から別のお弟子さんがね急に来なくなったりする。それで2ヶ月ほど経って来て、いや実はあの回のこの人と先生との会話を聞いて、自分の過去の兄弟関係をすごい思い出して、ちょっとへたってましたとかっていう人もいた。だから意外にすごい効果がある。きついよ。きつい。でも心について考えるって本当そういうことなんだろうなとも思って、名越先生の YouTube のコメント欄とか見てるんですけど、皆さん結構熱いコメントを寄せてらっしゃるから。そんなもの別に楽しんで見てほしいんですけど、でもそういうわけにもいかないっていうのも分かりますよね。そう自分の心の問題にね跳ね返らざるを得ないじゃないですか、そういう話を聞いて。すいません、お騒がせな男で。はい、じゃあ今日もやっていきましょうか。やっていきましょう。大きなことは起こらへんけど、なんやろ本当のドラマやねこれ。でもやっぱりこう弟に対する気持ちが結構1回目のピリオドだと適当になってたなっていうのをすごい反省しますね。いやでもね、弟しょうがねえなと思ってる方がね、物語を楽ちんに見れるよ。それがまたこいつぜえなみたいな。いや分かる。いや僕にもそんな気持ちあんねんで。僕にもそんな気持ちあんねんけど、小さい子供を見るときは子供ってまだまだ自分の心と向き合えないから全部反応として出るんやんね。だから相手にやっかみを言うたり、相手に意地悪したり、相手にぐずったりっていう形で出るけど、子供ってある意味スポンジみたいな、あれは素通りやね。自分が受けたことがそのまま別の相手に反応する。その自分が受けたことをこう返すことできなくて、受けたことを別の相手に返すっていうようなことが起こって、この子がなんでこんな問題行動が起こすのかっていうことを考えてみると全部に理由があるのよね。大人みたいにここで問題が起こったらこのことを解決しないといけないんだというふうに動けないやん。子供って力がないから、ここで問題行動があってストレスが起きたらそれを次の状況で返しちゃうっていうことが起こる。もうなんていうかな、もうトス上げたら次へ移してしまうっていうかね、人間の場合はこっから来たんやからこっちに返さなあかんと。そこが全然違うんやんな、子供ってのは。そうだから子供を見る時っていうのはそこを理解してるか理解してないかによって実は全然対応が違ってくんね。難しそう。でもねこれ大人でもあってね、
例えば、こういう大きな組織やんか、ここは組織になると、必然的に日本の会社の組織っていうのは、大人と子供というふうに分かれないといけなくなる時があるね。これほんまに何べも言うけど、キングダムなんかを見てるとすごく分かって、ある程度の管理職になるとその部署で例えば3人やったら3人の親になるわけ、それが20人の親になるわけ、で最後はもう200人ぐらいの親になる、幹部になったらもう何千人っていうのの親になる。子供と親の関係って知ってるから、子供はある程度親に面倒を見てもらったらすごい働きをする、で親は子供がある程度失敗することをなんでその失敗をしたのかっていう理屈を分かってあげないといけないっていう役割分担が日本の会社の場合は親と子やね、ところがアメリカなんかの場合は対等やから、お前ができないんやったらクビだってこうなるやんか、それがメリットとデメリットがある。ところが世界中で今日本の終身雇用制というか、そういう大きな家族になっているっていう雇用が実は有益じゃないかと言われ出してて、ところがちょうど小泉改革なんかが、小泉さんのせいじゃないよ、でも小泉改革が起こるときは日本のそういう終身雇用制というか疑似親子になる関係っていうのは合理的じゃない、無駄や、された。でそれがもう一遍戻ってきてんのよね。だからということは僕何を言いたいかっていうと、これ弟と兄、しかも10代と10歳そこそこぐらいの関係、まだ弟は8歳か9歳の関係に見えるけど、実は会社組織の中にもこういうことは起こってるってことなんですよ。あったかな、こんな弟みたいなやついたかな自分かなとか不安になりますよね。そうだから相手の感情をちょっと受け止めてあげるっていうことが必要になってくるんだよね。お前ね大人やからそんなこと言うなじゃなくて、まあそれは分かるよ、それは分かるけど今はこうしといた方がいいんじゃないみたいなさ、なんかそういうね、この中からね実はね大人同士の人間関係もいっぱい見えてくる。だからこれは、欧米で作られたゲームでしょ。フランスのメーカーですね。ところが一番なんていうの、社会の中の人間関係として学ぶという意味では、日本人の方がたくさん学べると。で全部親子関係を鋳型にしてると思うから、日本の会社って結構、いや確かにそうだな。前新入社員のすごい生意気なやつを教育したことがあって、ちょっとこの感じありましたね。そうでしょ。自分はできるのにみたいな。ほんならいっぺんやらして手伝ってあげたらって先輩ありがとうございますって言うときからうまい疑似親子関係になれたりね。そうですね。なんかねあるんですよね。人間は組織の中に入るとある能力を伸ばせるけど、あの能力は伸ばせないとか、伸ばさない方がいいとか感がありますね。服のセンスがいいと思わへん？そうですか？ダメ？いや別に何とも思ってなかったですね。そう？なんかオレンジ合わせるんやとか俺なんか思ってしまう。俺のセンスがそういうことなんかな。どうかな。微妙なのこの色は。いや別に色味的には普通そうなんやな感じがしますけど、ちょっと待って、これはもう視聴者の判断に委ねましょう。ちょっと待って、この女性社員さんに聞いてみましょう。どうですか？これ75点ですね。75点君を要するに中内先生が75点。そうや、俺75点の男なんや。分かった、現実を直視します。いつまでここにいるんだろう。可愛いと思ったけどな。ユニクロ感が強いかな、昔の。いやユニクロいいじゃないですか。20年前のユニクロのクリス